んにちは、はるかねです。今日はこちらオビツ製作所から発売されているオビツ11というね、手のひらサイズの小さなお人形のこのセーラー服セットを作っていこうと思います。材料はこちらの白と水色の綿 100% の生地、それから4ミリ幅のね小さなリボン、10センチじゃちょっと足りないかな、15センチぐらいあるといいかなと思います。プレゼント用品とかにねついてくるリボンで OK です。そして、こちらはダイソーで購入したアイロンでくっつくタイプのねネームタグ、そしてクリアの糸と白い糸、生地と同じ色ですね。それから小西株式会社から発売されている布用ボンド裁縫上手ですね。そして、パッチワーク用のねアイロンゴテを使っていきます。オビツ11服をね作るんだともうほぼほぼあった方がいいかなと思います。普通のアイロンではねちょっとなかなか小さすぎて細かすぎてねできない作業があるので、今回はこのパッチワーク用のアイロンゴテを使っていきます。またねこちらブログの方でリンク紹介してますので、よかったらチェックしてみてください。それから、針と待ち針、そしてハサミなどを使って作っていきます。はい、このようにね生地を切りました。5センチ ×6 センチが4枚、前身ごろ後ろ身ごろ、そしてパンツの2枚ですね。それから袖が6センチ ×3 センチが2枚、そして襟が 5.5×4.5 センチが1枚以上で作っていきます。ではまずね襟にこちらの布用ボンド裁縫上手をねしっかり塗ってほつれ止めをしていきます。次に襟のね下準備をしていきます。まずね片方を4ミリほど折ります。ぐらいですね。そしてもう一回折ります。そしてこれを塗っていきます。袖はねできるだけこちら側が表になるんですけど、表に縫い目がね見えにくいような縫い方をしていきます。1ミリだけね縫って裏で5ミリほど進みます。そしてまたね1ミリだけ縫って、そしてまた裏で5ミリ進むというね、こういう縫い方で縫っていくとあまりね縫い目が出ないかなと思います。同じようにねもう一つの袖も縫っていきます。一応ね長袖バージョンを説明しておきます。袖口を半分に折って、そしてしっかりねネイルアイロンをかけていきます。そして折り目がねこちらに来るんですけど、折り目を上側にして置きます。そしたらもう一方の方もね袖口を半分に折ってネイルアイロンをしっかりかけて、そして折り目が上になるように置きます。このようにしてね、端っこを縫っていきます。で、袖口にね白いラインを入れる場合はこのようにね、折り目に近い側にアイロンで白いラインを接着していきます。
そしてこのラインを縫っていきます。縫えたらちょっとね袖が人形に対して長すぎるので揃えて切っていきます。まずねずれないように待ち針で留めて、そして1センチほどね切っていきます。しっかり揃えてこれで縫っていきます。はい、このように袖と襟のね下準備ができたら次身ごろを切っていきます。まずね身ごろを揃えて、そして待ち針で留めます。そしたらこちらの辺のちょうど半分のところに印をつけて、こっから1センチ、こっから1センチのところでねこのように山形に線を引きます。そして首穴がね5ミリほどになるように少しね丸みを帯びさせて線を引きます。そしてこの片端から5ミリのあたりから1.5センチのところまで U の字に半 U の字にね線を引きます。こちらも同様にこういう感じでね切っていきます。次に1枚は置いておいて、もう1枚の方にね前の中心部分に V 字ラインを入れていきます。だいたいこの袖のねこの線上にまでこの襟元からこうね V 字に切っていきます。そしてこの辺りがねこのちょうど角の辺りがねほつれないようにまた裁縫上手を縫っておきます。では次に今ね裁縫上手を縫った面がこちら側外側に来るように中表に、ね、なるようにこの肩のラインを縫っていきます。はい、このようにね肩の部分が縫えたら開いてネイルアイロンをね少しかけます。そしてここにね袖をつけていくんですけど、こちらが表側で両方ね、そして表同士をこのようにね中表になるようにくっつけていくんですけど、少しねこの袖の部分 2,3 ミリ少しこっち側だけね削っていきたいと思います。3ミリほどねこの辺からこのよいしょこの脇から肩の線までね3ミリほど斜めになるように切りました。そしてこっからここまで縫ったらねまたこっからここまでの距離ぐらいを3ミリほどね斜めに切っていきたいと思います。
そして肩のね中心まで来たら、ここからこの辺りまでねまた3ミリぐらい斜めにこう切っていきます。でもこっからここまではね使わないと思うので、そしてこのねはみ出た分は切ってしまいます。同じようにねこちらの袖もつけていきます。はい、このようにね袖がつけ終わりました。でこの袖ね、3ミリほどさっき両方ねこちらとこちらの端を縫う前に切ったんですけど、別に切らなくてもねまっすぐのまま縫っちゃっても大丈夫です。ちょっとでもねシルエットが綺麗になるかなと思って3ミリほど切ってますけど、細かいこと別に気にされない方はそのまま縫っちゃってください。では次にこちら表側なんですけど、中表になるようにこのように折り込んで、そして、脇の部分をね揃えて袖口からこの裾まで縫っていきます。そしたらこの部分ね、この辺りからこう縫っていくとね、この端っこがちょっと開いてね不細工になってしまうので、しっかりこの袖口をね閉じていきたいと思います。玉留めせずにこうね縫って3回縫って留めていきます。ここねしっかり縫ってから縫っていきます。そしてこのね脇の部分から1センチほど進んだところからね、こっから裾までは一歩進んで半歩戻る縫い方で縫っていきます。はい、このように袖から脇が縫えたらひっくり返していきます。そしたら一度ねトルソーくんに着てもらって、裾のね長さを決めていきます。こんな感じなんでね、ここがお股の部分なので、ちょうどねこの辺りに折り目が来るように折って端処理をしていきます。では次に襟をね作っていきます。こちらが表側で、こちらが糊をねしっかり縫ってほつれ止めした裏側になります。まずこの端をねきれいに切り揃えていきます。そしたら半分に折って軽くね折り目はつけないような感じで軽く折って、そしてここからねだいたい 1.5 センチぐらいのところから、幅 2.5 ぐらいですかね、ミリぐらいでこう細くね涙型に切っていきます。こんな感じでね、そしてもう一度ね折った状態でこの辺からね、このだいたい1センチ
1.3 ぐらいですかね。1.3 ミリぐらいのところからやや外向きにこのように切っていきます。そしてここがね首穴になるんですけど、首穴のあたりから3センチぐらい先に向かってゆっくりカーブをね描くようにこのように切っていきます。そしてこれね後で使うんで置いときます。そしてよいしょ、開いてつながってる部分を切っておきます。そしたら一度ねトルソーくんに当ててみます。はい、トルソーにね当ててみました。よいしょ、もうちょっと手前かな。少しねこの周り 2,3 ミリのね切り込みを入れていきます。ちょっとね襟の幅が太いのでもう3ミリずつぐらい削っていきます。もう2ミリ削れます。このぐらいでちょうどいいかなと思います。こんな感じでね人形に合わせながらね自分の好みのラインになるまで少しずつね削っていきます。では次にね白いラインを入れていきます。まずねネームタグを5センチぐらいですかね細く切っていきます。こんな感じでね1.5 ミリぐらいに切っていきます。それをね 3,4 本用意します。そしたら襟に白いラインを作っていきます。そして残りの方にもね適当に余った線をくっつけておきます。はい、こんな感じですね。でパッチワーク用のねコテがない場合はここね、刺繍してもらってもいいですし、刺繍糸をね糊で貼り付けてもいいかなと思います。では襟をね透明の糸で縫い付けていきます。まず後ろ中心を縫って、それからねこのように切れ目に合わせて襟を寄せていきたいと思います。このね襟から肩の部分が同じようにね 2,3 ミリ出るぐらいの位置で縫い始めます。で透明の糸は玉留めしてあります。それにねこう間を通して引っ掛けていきます。この辺りまで縫ったらね一旦止めて、今度またここからここまでを止めていきます。はい、両方ともねこの肩のラインを少し越えたあたりまで縫えたら、この先をね少し慎重に合わせながら縫っていきます。このままねこの距離のままこう縫ってしまうとねこの部分がこう角立ってしまうんですよね。でここを引っ張るとこの肩のラインに沿うんですけど、ちょっとここだとね短くなってしまうので少しねこの角度を切っていきます。こんな感じでね切っていきます。そうすると少し引っ張ってもね肩に沿うようになっていきます。同様にこっちもね。
そしてこのね先、リボンの先あたりから反対側にねちょっとだけ切っておきます。ちょっとずつね削ることがコツですね。こんな感じで縫っていきます。はい、こんな感じでね綺麗につけられました。そしたらねこの今の縫い目の部分を折り込んでねこのようにこちら側に縫い付けていきます。そしてまたねこの肩口から少しね進んだところまで来たら胸当てをね一緒に縫っていきます。ちょっとハサミで切っていきます。白いラインに合わせて切ります。そして挟み込んでこちら側だけね縫っていきます。そしたらここでね縫い終わるんですけれども、こっからよいしょこの先っちょまでね針を通して置いておきます。次にリボンを用意して軽くね端をあぐります。そして後ろから通してここでね留めていきます。この糸が邪魔。はい、こちらを短くして蝶々結びでもいいんですけどね、
短くして、そしてこちらのね短い方で長さを調節して、ちょうどねここに来るところで縫ってしまいます。スッとね縫っちゃいます。透明の糸ほんと嫌いすっごい引っかかるんですよね。ちょうどねこの継ぎ目のぐちゃぐちゃが見えないように重ねて縫っていきます。そしてどっかね端っこへ横へ針を出して、そのあたりでくくります。はい、やっと透明の糸から解放された。はい、そしてちょっとね長いのを切ってもう一度ライターで炙っておきます。はい、これでね上着の部分は完成です。この辺ねピッとね透明の糸で縫っておいてもいいかもしれないですね。そしたら次パンツの部分を縫っていきます。ではね次にパンツの部分、ズボンの部分をね縫っていきます。2枚を重ねてずれないように待ち針で留めます。そして端をね切り揃えます。この時ね少し、3ミリから5ミリぐらい斜めになるように切っていきます。まっすぐでもね別に OK です。そしてこっからここまでがねだいたい4センチ残るように、こっから5ミリこっから5ミリとだいたい2センチぐらいのところからね U の字にカットしていきます。でこっちのねこの斜めに切った場合はこちらの長い方を、この角度がね急な方を、2.5 センチぐらいですかねのところから U の字から少し内側にカーブするようにこのようにね切っていきます。こっちは半分の U の字です。こんな感じでね全く同じでも大丈夫です。そしたら裾をね少しほつれてるのでしっかり切っておきます。はい、ではねこことここを縫っていきます。はい、このようにねこちらとこちらが縫えたら開いて、前中心をね合わせてこっからこう縫っていきます。
したらトルソーくんに一度履かせてみます。裾の部分もね、袖の部分と同じように2回折っていきたいので、膝より少し下ぐらいで切っていきます。そしたら次にね、ウエストの部分を3ミリから 5mm 折り込んで縫っていきます。はい、ウエストの部分がね縫えたらひっくり返して、今度はね裾の部分を折り返して縫っていきます。そしたらここをね袖の時と同じように2回折り返して縫っていきます。では縫っていきます。はい、こんな感じに短パンが仕上がりました。こうねピッとした時に短い方が前ですね。では履かせてみます。はい、これでセーラー服セット完成です。ちょっとロングヘアでねセーラーカラーが見えにくいんですけど、こんな感じでこのようにねプリーツスカートと合わせても可愛いかなと思います。こちらのプリーツスカートの作り方ね以前動画で上げてますのでね、また概要欄の方にリンク貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。紺色でね作るとこんな感じになります。これからね新学期が始まるのでちょうどぴったりですね。今回の生地は紺色のね無地のリバティを使っています。はい、このようにね完成しました。こちらね兄弟設定なんですけど、弟の方が着てるのが今回動画の中で作ったものです。そしてお姉ちゃんが着てるのが試作品です。最後までご視聴いただきありがとうございます。できたらグッドボタンとチャンネル登録、それから Twitter やね、Instagram のフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。